皆さんのエブリデイキャリーは何でしょうか？今回はガジェット、テック製品を中心に僕も普段使っている日常的に持ち歩く上で便利なアイテムたちを紹介していきたいと思います。またガジェットを買うとなるとやっぱり Amazon ですよね。今回紹介する製品は全て Amazon で購入できる厳選したアイテムたちになっています。気になった製品はぜひ概要欄から Amazon のページに飛んでチェックしてみてください。それでは早速いってみましょう。まずは外出の必需品であるやっぱりスマホですよね。僕が使っている iPhone 16 Pro、Amazon でも購入ができるんですが Android の端末もいろいろと触りつつ結局 iPhone に落ち着いているのはやっぱりそのエコシステムとデザイン性だと思っています。ソフトもそうだしハードも含めてクオリティがすごく高いですよね。なので僕もできるだけこのデザイン性を生かすために裸に近い形でこの iPhone を持ち歩こうと思っているんですがやっぱり落とすのが怖いですよね。それもあって僕はまずこのディスプレイの部分には画面保護のガラスフィルムを貼っています。いろんなメーカーから出ているガラスフィルムすでに十分画面を保護してくれる性能を持っているからこそ選ぶポイントはやっぱり付けやすさになってくるかなと思っています。この手軽さの観点で僕は以前ニマソのガラスフィルムをご紹介したこともありましたが今回はシュピゲンのガラスフィルムをご紹介します。こちらも僕結構愛用している製品なんです。結構ちゃんとしたガイドがついていて一切間違えることなくガラスフィルムを貼ることができます。構造上気泡も入りにくいんですよね。後からこう外してその時にホコリが入ってしまったり位置がずれてしまったりという心配も少ないです。2枚入りなのでもう1枚は予備としても機能します。でもちろん耐久性も十分です。正直貼りやすさの観点ではシュピゲンは結構なトップクラスの製品かなと思っています。そしてこれは画面の部分の保護なんですが本体部分の保護のために僕が使っているのは毎度おなじみこちらのケースコーの iPhone ケースです。クリアケースなので iPhone のデザイン性を可能な限り維持しつつこちらの真ん中の金属部分ここは展開してスタンドとして使うことができます。縦でももちろん固定できますし横にして回転させることもできます。また角度も自由が利くので本当にタイミングに応じていろんな使い方ができるという感じですね。そして何よりこのケースはこのスタンドの金属の部分がマグセーフに対応するのでケースをつけたままマグセーフで iPhone 充電することができます。要はスタンドをつけっぱなしで充電ができるということで本当にシームレスに使うことができるんですね。マグセーフアクセサリーとしてだいぶ気に入ってます。最初に求めていた耐久面も言わずもがなですね。特に側面はかなり厚みがあるので衝撃からしっかり iPhone本体を守ってくれます。愛用するからこそしっかり守ってあげて使いたいなと思っています。 iPhone の魅力としてもう一つ話したのがエコシステムです。 Apple 製品同士の連携性を最大限生かすためについに僕も買ってしまいました。こちらのAirPods になります。購入したのは AirPods 4ノイズキャンセリングが搭載されているモデルです。実は僕結構イヤホンが苦手というか、相性がそんなに良くないんですよね。イヤホン自体が重くてどんどん耳が痛くなってしまったりイヤーピースが密着して蒸れたり痒くなったりということも結構多くて長時間つけていると不快感の方が勝ってきたりもしてしまいます。とはいえミーティングもあったり移動時間も長かったりあとシンプルに聞くようなコンテンツも結構好きなのでなかなか手放せるものではなかったんです。ただ AirPods 4ならこれを解決できるんじゃないかと結構期待をしていました。というのもこの AirPods はいわゆるオープン型なのでカナル型イヤホンにあるようなこのイヤーチップで耳が蒸れるような体験が起こりにくくなっています。でそんなオープン型にもかかわらずノイズキャンセリングを搭載しているんです。試すまでは本当に半信半疑だったんですがすごい日常的なサーッというノイズをしっかりとカットすることができています。耳を圧迫されたり密閉されている感じがないのに少し違う世界で何かこう生活ができる作業ができるというような体験結構ね新鮮ですね。もちろん AirPods Pro とかあと他のカナル型のノイズキャンセリングイヤホンと比べるとキャンセルの性能自体がすごく高いわけではないんですがむしろ耳が疲れないくらいの程よいカット感だと思いますしノイズキャンセリングをオンにしていても人と会話はできます。ただこう音楽を再生していると結構ね聞こえなくなるかなという感じです。そういった意味でかなりバランスの取れた使いやすいイヤホンになっているかなと思いました。 2,3 時間とか連続でつけていて本当にストレスがないですね。ちょっとねまた AirPods Pro が発売されるかもなんて話もあるのでそこと比較しながら自分に合ったものを探したいと思いますが一旦これはね導入してよかったなと思いますね。でまた自分の持っているデバイスどんなものでも再生した瞬間にそのデバイスとの接続に切り替わります。直前まで iPhone で音楽を鳴らしていても iPad で音楽を鳴らし始めたらすぐにそちらに接続が切り替わります。このシームレスさが Apple 製品のエコシステムから逃れられない理由なんですよね。でちなみにこの AirPods のケース自体もしっかり僕は iPhone と同じように保護したいなと思ったのでクリアケースを購入しま
ました。やっぱりね Apple 製品のデザイン活かしたいので、できるだけこういったクリアというかね、あまりデザインに影響しないようなものを選びたいんですよね。しっかり密着して取れる感じもないんですよ。当分はこれでいこうかなというふうに思います。そしてもう一つ連携ということで、こちらの Apple Watch Ultra、 こちらもねもう日常的につけています。特に僕は iPhone のヘルスケア機能をとことん活用するために必要なのがこの Apple Watch だと思っています。ただ通常の Apple Watch のモデルって、そういったアクティビティを計測するいわゆるスポーツ用のバンドと、フォーマルなシーンとかでも使えるレザーのベルト、金属のベルト、そういったものがかなり二分されていたんですよね。なので例えば仕事終わりの運動とかでいちいちバンドを付け替えなきゃいけなくて、どうにもファッションアイテムである腕時計としては活用しきれない感覚がありました。実際僕も 2,3 年前に一度手放してしまっています。それでもウルトラで Apple Watch に復帰できた理由がこのチタニウムミラネーゼループなんです。見た目は一見高級感のある、フォーマルなシーンでもいろいろと使えそうな金属製のベルトなんですが、このバンドのモチーフはダイバーズウォッチです。なので、水とか汗への耐性も含めてアクティビティシーンでも十分に活用できるんですよね。なので僕はこれをつけたまま走ったりだとかボクササイズに行ったりだとかいろいろと運動したりしています。このバンドのおかげで僕は Apple Watch をもう24時間つけられるようになりましたね。もちろんウルトラ本体にも魅力があります。主にはバッテリー持ち、そして画面の大きさによる操作性の高さ、視認性の高さになるかなと思います。時間だけではなく定期的に通知を見たりとか、あとアクティビティのログを見たりだとか、そういったタイミングでの見やすさ、操作のしやすさはかなり役に立ちますね。運動だけではなくて睡眠計測もできるので、本当に充電のタイミング以外ではずっとつけているような時計になっています。気温を確認したり、スマートフォーム製品を腕時計から操作したり、アラームやボイスメモ、こういった機能も Apple Watch だけで完結するようになりました。睡眠計測もこれでできるので、本当に充電時以外はずっとつけていたくなるような腕時計なんですが、ただやっぱ寝てる時のこの不快感みたいなのもちろんある人も多いと思います。特に最近僕が直面しているのは夏場の蒸れです。やっぱりずっと外歩いていたりして、ここら辺が蒸れてくるとどうにも外したくなるんですよね。夜寝る時にも結構つけているのがしんどいタイミングもあります。そんな方におすすめしたいもう一つの選択肢というのがこちらのスマートリングです。最近導入したこのリンコンのスマートリング、結構僕はこれに頼ることが増えてきました。こちらも様々なヘルスケア関連のデータを取得できるので、Apple Watch をだいぶ置き換えることもできるようになっています。見てわかる通りの装着感、やっぱり Apple Watch と比べてもかなりつけていての負担は少ないですし、Apple Watch Ultra バッテリー寿命が伸びたとはいえ、やっぱり1日2日くらいが限界なんですが、リンコンのスマートリングは10日ほど持ちます。なのでずっとつけてるだけなんですよね。装着とか運用の手間がはるかに軽減されます。小さなデバイスですが、この中にしっかりとセンサーが詰め込まれています。意外とこれが丈夫で、水とか汗はもちろんのこと、例えばボクシングをしている時のこの衝撃だとかシャンプーとかね使ってしまっていても全然問題なかったです。どうしてもアクティビティ、運動とかのトラッキングの性能は Apple Watch に劣ってしまうんですが、それでも睡眠ログとかはかなり正確な値が取れるなという感覚があります。ヘルスケアアイテムではありますが、シンプルにファッションアクセサリーですよね。だからこそこうやって Apple Watch と役割が若干被っているんですが、それでもずっとつけ続けているような製品になっています。打って変わって続いてはモバイルバッテリーです。正直僕はモバイルバッテリーは持たないに越したことはないと思っています。本体のバッテリーが1日持てば、全然いらないんですけどね。ただやっぱり少し使いすぎてしまうと一気に夜とかにピンチになってしまいます。そういった緊急時のための保険として小さなモバイルバッテリーを一つ持ち歩くというのはかなりおすすめしたい選択肢です。そこで最近僕がお気に入りのブランドシャージから出ている小さめのモバイルバッテリーを購入しました。シャージフローミニ2という製品です。特にパソコンとかは持ち歩かない、スマホメインで外出する際にはこのくらいのサイズ感の予備を持っておきたいですよね。このデザイン性の高さですよ。本当に最近紹介したものも含めてシャージ結構気に入っています。全体がクリア素材で覆われていて、オレンジ色のボタンがアクセントになっています。いいデザインですよね。カバンの中に忍ばせておくのはもったいないくらいの見た目をしています。この大きさなんですが 5000mAh の容量です。なのでだいたいスマホ1回分かそれより少し少ない程度には容量を積んでいます。またここカバーを外すとこんな感じで端子がニョロっと出てきます。 iPhone をこんな感じで直で挿して充電することができるんですが、今 USB-C 端子になっているんですが、外して
付属のライトニング端子に接続を変えることもできるんです。これによって iPhone の14以前のモデルを使っている方でもこれ1台で対応ができるんですね。僕が使っているのは16 Pro なんですが、最近よくあるのが友達が充電がなくなってきて、いざじゃあ自分がモバイルバッテリー持ってるよと貸そうとするとケーブルがないみたいになるんですよね。ライトニングケーブルなんて持ち合わせてないよみたいな、救える力があるのに救えないもどかしさみたいなね。これに対してもケーブルではなくて本当にちっちゃいパーツを1個忍ばせておくだけでしっかりライトニングに対応できるようになるということで、救える人も増えるモバイルバッテリーになっています。ちなみになんですが、実はこのピローンと出ているアクセサリーの部分はなんと USB-C ケーブルになっています。このモバイルバッテリー2個 USB-C 端子を内蔵しているんですね。このコンパクトさでありながらなかなか多用途です。これを使って2台同時充電はもちろんのこと、直差しが難しいような端末であってもさっと USB-C ポートに挿すことができるようになっています。チャージのいいところってこういうところですよね。なんかデザインばっかりに気を取られがちなんですが、意外としたたかに機能が積んであります。ぜひ小型のモバイルバッテリー検討されている方はチェックしてみていただけると嬉しいです。今のは主にスマホ充電用のデバイスなんですが、どうしても PC を持ち歩く人とかも多いと思います。そういった場合にはモバイルバッテリーだけではなくて出先のコンセントで充電できるような、そのためのケーブルを持ち歩きたいところなんですが、ただ普通の USB-C ケーブルってかさばるんですよ。しかも持ってるだけで中身がぐちゃっとなる感じがありますよね。収納時にも使っている間にもとにかく持て余す感覚があります。そういったものへの解決策として最近僕が導入したこちらが結構正解なんじゃないかなと思っています。CIO のシリコンスパイラルケーブルです。長さは1メートルのものを選択しました。柔らかいケーブルって何が違うのと言われると、シンプルに見た目が良い、そして絡まりにくいというところが最大の特徴になります。そしてそんなシリコン製でありつつ、この CIO のケーブルはこんな感じでリング状にまとまってくれるようにマグネットが内蔵されているんです。収納時にはこうやってさっと丸めてまとめていくだけでこんな感じで見た目が綺麗になります。荷物の中から取り出すのもかなり便利ですよね。使う分だけ出しておいて使わない分を丸めてまとめておくといったこともできます。特に見た目のスッキリ感を重視したい方にはおすすめの製品になっています。ただこんなに長いケーブルはいらないよという方には短めのケーブルの選択肢として、以前も紹介したこちらもおすすめです。エゾーというブランドの本当に10センチ程度の USB-C ケーブルになります。できる限りコンパクトがいいけど USB-C ケーブルは1個持っておきたいという方結構いるんじゃないでしょうか。これ結構ねちゃんと折り曲げても十分使えますし、耐久性が高いんですね。データ転送や充電においても速度がかなり速いので、このコンパクトな見た目ながらかなり性能高いケーブルです。用途とか使うデバイスに合わせてこちらのケーブル選んでほしいなというふうに思います。そして僕の中で割と重要なデバイスがこちら iPad mini です。やっぱりねどんな時にも持ち歩きたくなるようなデバイスなんですよね。ペンで何か書く時もそうですし、雑誌とか書籍を電子で読む場合にもかなり重宝するデバイスです。ペンで書くなら紙でいいし、本を読むんだったらスマホとかパソコンとかでも全然読めるよねというのもわかるんですけど、やっぱりねそれらではなかなかやりにくいようなことまでこの iPad ならできるんです。手で直接触って操作できるというデバイスの特徴もそうですし、紙って書き直したり無限にページを追加したりとかできないですよね。その辺の自由度もデジタルの方が高いです。そういった既存のものにはない隙を縫う製品としてかなり僕は重要な位置だと思っています。また iPad の中で僕がミニを使っているのはやっぱりそのサイズ感の良さですよね。持ち運ぶ上でストレスを限りなく減らしてくれるのがこのミニのサイズ感です。特にパソコンなどのメイン端末が別であるという方にとっては、iPad は全然ミニサイズでいいよねというふうになると思います。コンテンツをいろいろと消費していくのはもちろんのこと、僕は頭を整理する際文章よりも絵の方が整理ができたりします。そういった使い方においてとても便利ですね。そしてこの iPad の裏側にはこの黒いリングがついているんですね。マグネットを内蔵したリングなんですが、これによって iPad mini がさらに化けます。というのも次に紹介するこの製品がヒントになるんですね。最近導入したスタンド、ウランジの MA30 という製品です。ちょっと鍵というかそんな感じの雰囲気なんですが、裏を見てみるとこんな感じでマグネットが仕込まれています。つまりこれがスマホとかにくっついて、スタンドとして機能してくれるということなんですね。展開するとこんな感じ、関節が一つになっているので、他のこういった類の製品に比べても比較的安価で軽量になっているんですが、それでもしっかりとこのデバイスをホールドしてくれますし、角度の調整も比較的自由度が高いです。展開収納においても全然ストレスがないですね。でスマホはもちろんのこと、先ほど話したこの iPad のマグネットにもこうやってくっつけることができます。
これもね全く問題なく支えてくれるんですよ。さっと Mac のサブディスプレイとして使ったりだとか Mac と同じキーボードマウスで iPad をいじったりだとか、そういった使い方において横に iPad をさっと置いておいて高さ角度を調節することができるというのはやっぱり便利ですね。マグネットなので着脱は本当に自由です。使いたい時に合わせてスマホとかタブレットとかにその都度装着して使うことができます。しっかり高さが出せるのでパソコンの横に置いておくような場合に本当に便利ですね。メーカーとしてはあくまでスマホ用のスタンドとしての歌われ方なんですが、iPad mini くらいなら全く問題ないです。全然余裕。一応ですね別の使い方としてよいしょこんな感じで自撮り用のスティックとしても使うことができます。使うかどうかはもちろん皆さん次第なんですが、結構頑丈な作りなので意外と僕は頼れそうだなと思います。そして最後少しガジェットから離れてしまうんですが、どうしても一緒に持っておきたいアイテムとしてこちらも紹介させてください。マーナのシュパットという製品です。コンパクトな荷物に合わせて小さめのカバンとかを持っているとどうしても急な荷物の増減に対応できなくなってしまいます。そのためにこういったサブバッグを持っておくというのは結構僕おすすめなんですが、特にこのマーナのシュパットシリーズはその使い心地がかなり高いですね。以前も同じシュパットシリーズのドロップという製品を紹介したんですが、シュパットシリーズはその展開収納のスピード感が大きな魅力です。使うしまうという動作において本当にストレスがありません。こちらは今回ドロップのメッシュバッグになっています。メッシュ素材なので、例えば買い物が急に発生して野菜とか果物とかいろいろ入れた時に中に汚れとか匂い液体とかが全然たまらないんですよね。なので本当に日常的に使うエコバッグとしては適任かなというふうに思っています。ただあまりエコバッグは使わないので本当に緊急用くらいに持っておきたいという方には、機能性よりもコンパクトさが重視されるかなと思います。そういった方におすすめなのがこちらのインベントのコンビニバッグです。容量こそ少し少なくなってしまうんですが、普段持ち歩いていることを一切意識しないで済むわずか 24g という重さです。サイズ感も本当に手のひらに収まるくらいになっています。ちょっとしたお買い物くらいなら全然これで事足りそうですね。本当に荷物の中にパッと忍ばせておくだけでもう十分かなと思います。でこうやって開けてみるとデザインとしてシンプルなグラフィックがこんな感じであるくらいなので、あんまりスタイリングは選ばずに使えるかなと思います。でこれしまう際に畳むというプロセスが存在しないんですよ。本当にこの小さな収納袋にこうやってバッグの生地を押し込んでいくだけです。これだけで先ほどのようなコンパクトなサイズ感を実現しています。本当に楽ですね。これが実現できるのはやっぱりバッグ本体の生地の薄さからかなと思います。ぜひこういったサブバッグたちも荷物と一緒に持ち歩くことを検討してみてほしいなと思います。ということで以上が僕が日常的にも使う普段持ち歩くのに便利なアイテムたちでした。ぜひ皆さんの持ち歩きアイテムガジェットなどがあればいろいろとコメント欄で教えてほしいなというふうに思います。また冒頭でもお話ししましたが今回紹介した製品は全て Amazon で購入することができます。ぜひ概要欄からリンクをチェックしてみてください。このチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を上げていますのでぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で以上なごみ家でした。では。